今回は韓国インチョン空港で10時間滞在して日本へ帰るまでの Vlog をご紹介します。ソウルからインチョン空港まではエアポートバスを利用します。夜8時、今回はこの時間にバスに乗りました。今回乗ったエアポートバスは最終バスだったので、道も空いててものすごく早く到着しました。空港に到着。今回はチェジュ航空なのでターミナル1です。ちょっと明日の朝8時半の便なので、サウナに行きたいと思います。この一番大きい画面の真ん中のエスカレーターで地下まで降ります。今年は本当にたくさん韓国に来ました。多分これが最後、2024年最後なんじゃないかと思っております。この地下にですね、オリアンがあるので、最後にお買い物を済ませたい人はここで済ませたらいいと思います。で、ここでご飯も食べることができて、結構上もあるんですけど、地下にもフードコート的なのもあって、前ポッサム定食食べたけどまあまあ美味しかったです。私は今回は結構時間があるので、もうソウルで食べてきてしまいました。で、ちょっとここは変わってるんです。で、右側がスタバだったんだけど、11月30まで工事中だ。スタバあるとね、すごく分かりやすいです。で、このまままっすぐ進みます。銀行、左側の銀行と右側に薬局があるんですけど、それもずっと過ぎて、トイレのさらに奥にサウナがあります。私、豊田市の大宮です。今が9時21分なのでですね。で、12時3500円。夜9時半から朝6時ぐらいまでこのスパオンエアに滞在しました。中が撮影禁止なのですが、ものすごく綺麗で、大きいラゲージも預かってくれます。フェイスタオルや館内着なども貸してくれて、シャンプーや化粧水などのアメニティもあります。サウナとお風呂で疲れを癒し、仮眠してすっきりさっぱりしてまいりました。ただいま6時15分頃です。12時間コースだったんですけれども、9時過ぎから、6時までの滞在をしました。で、今からやっとチェックインをして飛行機に乗りたいと思います。ここは本当におすすめで、ちょっと11時から3時ぐらいまでが一番ピークで混むんですけれども、その前に入れば好きな場所で寝て、で充電とかもできるし、 Wi-Fi はエアポート Wi-Fi が入ります。で、私のおすすめは、パジャマみたいのを借りられるんですけど、サウナに入ると汗かいちゃうじゃないですか。だから入ってすぐに顔だけ洗って、パジャマを着て寝る。で、朝サウナに入って汗をかいて、そのままシャワーを浴びて髪とかも全部洗って、フィニッシュというコースがおすすめです。上に行きます。
インチョン空港第1ターミナルにあるこの一番端の M のところまで来た。ここにこのリナーズがあります。このサンドイッチは本当に美味しいので、中に持っていけるのがいくつかあるので、ちょっとコンビニとか嫌な方はここで買うのに強くおすすめします。本当にここのサンドイッチ美味しい。日本にもできてほしいぐらい美味しいです。キャリーオンのステッカーがついているものは機内に持ち込むことができます。私はいつもイチジクサンドにしてしまうのですが、本当にどれも美味しそうです。チェックインが終わって荷物も無事に預けて、こちらのカフェで朝ごはんを買って、並ぶんですけれども、めっちゃ今日混んでる。やったやった大好きな、うわめっちゃ朝日きれい。大好きなイチジクのサンドイッチです。これ前回第2ターミナルにはジンエアの乗り場のとこにあるんですけど、これ第1ターミナルにあるの知らなかったです。この M の一番端っこの M まで来たらあります。やったー。入国審査が早くなるスマートパスっていうのに登録してるんですけれども、スマートパスはこっちじゃなくて反対の、入り口から入れと言われました。なんかオレンジのラインがあるそうで、オレンジのライン上に並ぶとスマートパスが適用されるラインだそうです。あれよあれよと進んでしまったので全然取れなかったんですけれども、ちょっと混んでる時のスマートパスマジ強すぎますね。最近全然混んでなかったのでスマートパスを活用する機会がなかったんですけど、マジもう100人超えの抜かしをしました。超おすすめっていうか、1回登録しとけば、なんかアプリをさっき入れたんですけど、なんか前に1回登録した時にまた1回アプリをちょっと消しちゃったので、さっきもう1回登録しようと思ってアプリをインストールしたら、もうあなたは登録されてるから大丈夫ですとのことで、アプリを見せるタイミングもなくて、とにかくただ顔認証で、入ることができました。ちょっとこれはすごすぎました。マジでおすすめです。アプリから登録できるのでぜひぜひやってください。もう中に入っちゃって、ちょっとコーヒーを調達したいのでコーヒーを買ってゆっくり待とうと思います。おおよそ10時間ぐらいインチョン空港に滞在してるんですけど、このスパオンエアに行って、サウナに入って日本に帰るという流れを早朝便の時は最近毎回やっております。来年もたくさん来れますように。ではチェジュエアで帰ります。いかがでしたか？最近私はインチョン空港からの早朝便の時はホテルを1泊分取るよりも安くて、サウナとお風呂で汗を出して疲れを癒し日本に帰国するこのプランが結構気に入ってます。私もやってみたいなと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。次回のリサーチトリップはソウルからテグに行ってきました。秋のテグをご紹介します。SNS もフォローしてね。チャンネル登録もよろしくお願いします。See you next trip!